今日は炊飯器で簡単に作れるチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は炊飯器で簡単に作れる濃厚なチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということでですね、私のチャンネルではね、結構チーズケーキのレシピをご紹介してるんですけれども、今回は炊飯器で作れるレシピをご紹介していきます。私が今回使用する炊飯器は3合炊きのね、炊飯器になります。5合炊きの場合は 1.5 倍量ぐらいで作っていただくといいかなと思います。混ぜてスイッチを押すだけなのですごく簡単に作れます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、卵、お砂糖、生クリーム、薄力粉、レモン汁です。こちらの6つの材料で作っていきます。砂糖なんですけれども、今回普通の白砂糖を使ってます。こちらね、糖質を抑えたい場合、ラカント S を使っていただいたり、あとはお好みのお砂糖、きび砂糖とかそういったもので代用していただいても OK です。そして卵なんですけれども、サイズは M サイズもしくは L サイズをご使用ください。これはね、どちらでも OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずですね、クリームチーズを柔らかいクリーム状にしていきます。私が今回使うのは冷蔵庫からすぐ出したまだちょっと固めの状態のクリームチーズです。このまま練るのが大変なので、電子レンジで少し加熱して柔らかい状態を作ります。まずこのように耐熱のボウルにクリームチーズを入れて、このままラップをせずに電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱し終わりました。ちょっとね、押してみます。で、まだこの時少し硬い場合はもう一度電子レンジ 600W で10秒ほど加熱します。これもね、まだちょっと硬いので10秒加熱したいと思います。はい、加熱し終わりました。そしたらゴムベラを使ってクリームチーズをクリーム状にしていきます。クリームチーズをあんまり加熱しすぎちゃうと今度はね、クリームチーズが溶けちゃったり、あと焦げたりするので、加熱のしすぎには注意してください。はい、このようにクリーム状になれば OK です。こんな感じでね、柔らかくなれば OK です。どうしても混ぜてる最中もちょっと硬いなっていう時は、また 600W の電子レンジで10秒加熱してみてください。電子レンジがね、500W の場合はプラス10秒から15秒ほど多めに加熱してみてください。それではここにお砂糖を加えます。最初ね、ゴムベラで混ぜます。お砂糖を混ぜるとね、ちょっとクリームチーズが柔らかくなってきます。ある程度お砂糖が混ざったら、今度は泡立て器に持ち替えてすり混ぜるように混ぜます。だいたい30秒から1分ほど混ぜてみてください。そうしましたらここに卵をね、そのまま割り入れます。1個ずつね、なじませていきましょう。卵を潰して混ぜます。でこれね、2個いっぺんにやっちゃってもいいんですけど、1個ずつね、混ぜていただいた方が馴染みやすいと思います。はい、もう1個加えます。でそして混ぜましょう。はい、で混ざれば OK です。そうしましたらここに生クリームを加えます。今回は動物性の生クリーム、乳脂肪分が 35% のものを使用してます。でこれを混ぜます。でそしてここにレモン汁です。これで混ぜます。このようにしっかり混ざれば OK です。そしたらですね、最後薄力粉を加えます。ダマにならないように必ずふるって加えましょう。でこれで混ぜます。これで生地は完成です。この後炊飯器の中に入れていきます。炊飯器の中に入れるときはこしながら加えていきたいと思います。今回はね、こちら3合炊きの炊飯器を使っていきます。この炊飯器の内側なんですけど、長年使っている炊飯器で表面のコーティングが剥がれたりしているものの場合は、内側にバターなど塗っていただくといいかなと思います。それではね、こうやってこし器を用意していただいて、生地をこします。でこしましょう。
こうやってねこしていただくととても滑らかで美味しいチーズケーキになるので、この生地はこして加えるようにしてください。でできるだけこす時も網目の細かいものを使用してください。こういうこし器はね100円ショップとかにも売ってます。でまた加えます。こします。はい、こんな感じで入れました。でそしたら竹串などを使ってくるくるくるっとやります。そうすると表面が平らになるのと、大きい気泡とかも潰すことができます。で平らになったら少し下からねちょっと叩きましょう。で空気を抜きます。はい、これで OK です。それではね炊飯器にセットします。はい、それではセットしました。ではパタッと蓋をして通常炊飯を押して炊飯します。でこれですね、炊飯器によって炊飯時間だったりとか適正な炊飯時間が変わってくる場合がありますので、まず1回炊飯して足りない場合は2回で、さらに足りない時はもう一度ね、もう半分ぐらいの時間で炊飯してみてください。じゃあまずとりあえずね、私の炊飯器は今60分なので60分待ちたいと思います。はい、1回目の炊飯が終わりました。一度開けてみます。よいしょ。はい、中はこんな感じです。ちょっとね軽く竹串刺してみます。あ、ちょっとねまだ生っぽい感じがするので半熟状態なので、もう1回ね炊飯します。私の炊飯器これ1回の炊飯で60分なので30分で1回止めて様子を見たいと思います。でこんな感じでね、お持ちの炊飯器でちょっとね時間は調整してみてください。さらに30分炊飯しました。それでは開けます。はい、お、いい感じですね。実際見てみるとわかるんですけど、表面がねさっきよりもしっかり乾いてて出来上がってる感じがしますね。明らかにね生地がドロドロという時はまたさらに追加してください。でそしたらですね、釜だけ取ります。でこのまま一度粗熱を取ります。で粗熱を取る時もこういったねキッチンペーパーを上にかぶせて乾燥しないようにしながら粗熱を取ってください。はい、粗熱が取れました。こんな感じで固まってます。それではね、このチーズケーキ一晩冷蔵庫で冷やします。そうするとね、より濃厚でしっとりとした仕上がりになります。まな板みたいなものを乗せていただいてひっくり返します。よいしょ。はい、開けます。よいしょ。おー、はい、こんな感じに仕上がってます。で、そしたらラップでね、包んでいただいて、このまま冷蔵庫で一晩冷やします。はい、一晩経ちました。一晩経つとね、かなりしっかりと硬くなってます。じゃあね、ラップを外してお皿に盛り付けます。よいしょ。はい、こんな感じに仕上がりました。で、底についてた方はこんな感じで少し焼き色がついてます。まあどっちをね表にしてもいいかなという感じですね。焼き色がついてるのでね、こっち側を上にしたいと思います。じゃあ最後にね、仕上げで粉糖をかけます。こちら分量外です。はい、これで完成です。それではカットしたいと思います。それではいただきたいと思います。おー、柔らかい。すんごくしっとりしてます。いただきます。濃厚。とても滑らかでかなり濃厚に仕上がってます。オーブンで焼いた感じとね全然変わらないですね。ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の炊飯器で作る濃厚チーズケーキのポイントです。まずクリームチーズを練る時なんですけれども、冷蔵庫からすぐ出した場合クリームチーズが硬くて練りづらいので、その場合は電子レンジで30秒から40秒ほど加熱してみてください。でこの時にクリームチーズをね加熱しすぎてしまうと焦げたりとか、あとは溶け出したりしてしまいますので、加熱のしすぎには注意してください。あとはどんどん材料をね混ぜていただいて、最後炊飯器に入れる時だけこしていただくと
とても滑らかなチーズケーキに仕上がります。炊飯する時のポイントなんですけれども、これもね炊飯器の種類によって熱の入り方が変わってくるので、1回の炊飯で終わる場合もありますし、2回の炊飯で終わる場合もあります。炊飯器開けた時に表面がねまだちょっとプルプルしてるというか、いかにもこうまだ生地が固まっていない状態だなっていう時はもう一度炊飯してください。でもうちょっとだなっていう時は通常炊飯の半分の時間でいいかなと思います。まだね上手に加熱できてなかったりとかすると、自動的にね時間が延長するっていう機能がついてる炊飯器もあります。なので皆様がね持ってらっしゃる炊飯器もねいろんな種類があるかなと思いますので、炊飯器の種類に合わせて炊飯する回数と時間は様子を見ながら調整してみてください。あとはですね、粗熱を取っていただいて、粗熱が取れたらラップの上に出してラップでくるんで冷蔵庫で一晩冷やしてください。そうするとですね、チーズケーキがギュッと締まってとても濃厚で滑らかに仕上がります。混ぜて炊飯するだけなのですごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。ということで今日は炊飯器で作れる濃厚チーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。